掃除力で全てうまくいく。願いが次々叶う部屋があるんです。人生がうまくいかないのは部屋のせい。いいえ、片付いていない部屋はあなたが頑張っている証拠です。離れて暮らす娘の部屋に初めて入った時の話です。現在私の長女は実家を出て都内で一人暮らしをしています。地方に住む私は東京で仕事がある時は娘の家に泊まることもあります。娘の仕事が終わる前に都内の家に着いた私は、先に着いたから家に入っているよと連絡をしました。すると、入らないで、すごいことになっているからと悲鳴のような返信が。ですが、そのまま外で待つこともできず、先に部屋に入ってみると、洗濯物は干しっぱなし、カーテンは閉めっぱなし、床にも物が散乱していました。キッチンには洗われていないお皿が重ねられています。私の知る長女は、家では毎日リビングの床磨きをして、机の上もいつもきれいにしていました。家族の中で一番のきれい好きだったのです。信じられない、あの長女が。私はその場に立ち尽くしてしまいました。最初はその乱れた状態に驚いたものの、とりあえず部屋の掃除に取り掛かりました。小さなちゃぶ台の上にはコンビニの弁当、カップ麺の容器、調味料や飲みかけのコーヒーなどが置かれたままになっていました。娘の食生活が荒れているのがわかりました。部屋を掃除していると次第に娘の日常が見えてきました。今の娘の葛藤が痛いほど伝わってきて胸がいっぱいになりました。初めての一人暮らしで寂しかったり怖かったりしたこともあっただろう。新入社員で覚える仕事も多い中、早く一人前になりたいと精一杯頑張っているのだろう。仕事に全エネルギーを使って自宅に帰ってきて、何をする気力もなく寝るだけの生活になっているのだろう。部屋はありのままの娘の姿を私に教えてくれました。しばらくして娘が仕事から帰ってきました。開口一番、部屋汚いでしょ？全然掃除とかできていなくてごめんなさいと言いました。申し訳なさそうにしている娘に、いい部屋だよ、よく頑張っているね、外でいっぱい戦っているんだねと伝えると、娘の目からポロポロと涙がこぼれました。部屋の掃除もできないダメな自分。無意識のうちに娘は自分を否定して責め続けていたのかもしれません。忙しく活動するからこそ部屋は乱れ汚れるのです。成長過程であればあるほど新しい知識の習得や出会いにエネルギーを費やし、汚れる度合いは強くなるでしょう。新たな挑戦をしたり、何か壁にぶつかったりしている時も同じです。でもこれは頑張っている証拠ですからね。もう一度あなたの部屋を見てみてください。散らかっていたり汚れていたり、埃が目立つところがあったりするのではありませんか？そうであるならば、よく頑張っているねと褒めてください。掃除ができないほどよく頑張っているねと自分に言ってください。部屋は本来自分を癒す場所です。自分を責める場所ではないのです。あなたの部屋も一瞬にして癒しの空間に変わったのではないでしょうか。掃除もできないダメな自分が頑張っている自分に今変わったのです。掃除力でまず捨てるべき思い。人はなぜ部屋が汚いと自分を責めてしまうのでしょうか。私は仕事柄いろいろな部屋に入ります。会社にも入ります。すると必ず 100% と言ってもいいくらい皆さんこう言うのです。汚くてすみません。そこで私は裁きに来たのではありません。許しに来たのです。と冗談を言って安心してもらっています。あなたの部屋を見回してみてください。あなたの部屋に置かれているものは漏れなく自分で選んで買ったものだと思います。いただき物があったとしても、そこに置くことを良しとしているのは自分です。乱雑にしているのも汚れをそのままにしているのもそうです。そういったものであなたの部屋の中は構成されているのです。
私もかつては部屋をきれいにできない自分を責めていた時期がありました。でもそこで気づいたのです。物が乱雑に散らかった部屋を見てそれを否定することは今までの自分を否定することだと。今の自分が過去の自分をダメな人間だと否定すると、今の自分もダメな人間だということになりますし、未来の自分までも否定することになります。部屋は自分自身そのものです。否定のエネルギーは人間のやる気を奪いますから、ますます掃除をしようと行動を起こす気力が出てこなくなります。部屋を積極的に褒めましょう。最近私はセミナーなどで真っ先にこう提言しています。以前は家の中でどの部屋が汚れているのか、どこが乱れているのかを見つけ、それがどんな悪影響を及ぼすのかということを先にお伝えしていました。もちろんそれも人生を肯定させる掃除力を実践するには必要なステップです。ですが、いつしか時代の流れの中で常に部屋は整っていないといけない。物が多いのはいけない。片付けができていないといけない。という風潮になってきているように感じます。そうした考えに縛られて疲れて、掃除はもちろん何をしたらいいのかわからなくなっている人も増えています。掃除をする気力すら湧いてこない心のエネルギー不足。それは部屋の状態を見て自分の悪いところ探しをしてしまうからです。それによって未来を変えようという前向きな気持ちが打ち消されてしまうのです。どんなにぐちゃぐちゃな部屋であっても、まず部屋、自分を褒めてみてください。部屋が汚れたのは日常生活が忙しくて頑張って生きている証なんだと、自分が作った部屋の状態を受け入れてください。私がこの話をすると、はじめは褒めるところがありませんと困惑していた人たちも、ここ数年部屋が荒れていたのは子育てを頑張っていたから、パートと家事の両方を何とかやろうとしていた。机の上だけは物を置かないように気をつけた。など、自分なりに頑張っていたことを思い出して、だんだん表情も明るくなり、自分を肯定できるようになっていきます。するとほとんどの方がその日から帰って掃除をしました。ほこり取りから始めました。洗面所の鏡を磨きました。物を捨ててすっきりしました。と掃除を始めることができるようになるのです。自分の部屋を否定する。自分を責めることをやめる。たったそれだけで不思議と心は元気になり、やる気が生まれ、積極的な行動をとることができるようになるのです。放置したままになっていた埃があってもいいのです。今、その埃を取り除けば未来は変わります。こんなに自分は頑張っていたんだと認めて埃を取り除いた瞬間、この頑張りに見合う部屋に変えようと自然と心の切り替えが起こるのです。なんだかやる気が起きなくて掃除ができない。そんな人はまず部屋を褒めて心のエネルギーを充電しましょう。それから掃除に取り掛かるとどんどん進みます。掃除力には人生すべてを好転させる力があります。すべてとはあなたの人生に立ちはだかるあらゆる問題や悩みの解決、さらに恋愛、結婚、お金、子宝、仕事能力の向上、人間関係の改善、夢の実現など、あなたが望む幸せのことです。それを叶えるのが掃除です。単なる掃除ではありませんよ。掃除力です。掃除をすると部屋はきれいになりますが、それだけで全てがうまくいくわけではありません。一方、掃除力は掃除と心の法則を組み合わせた運命を好転させる実践型のメソッドです。あなたの部屋はあなた自身を表しているという考え方が中心にあります。つまり掃除力は部屋が自分の心の表れであることを意識して掃除をするところから始まります。心は取り出してみることができません。たとえあなた自身の心であっても、今どのような状態なのか取り出してみることはできないですよね。でも、部屋を見ればあなたの心を見ることができます。部屋が変われば心が変わる。心が変われば行動が変わり、その結果、人生が変わるのです。
こんにちは。ハッピケンことハッピー研究所の翔です。今回は掃除力で全てうまくいくという本をご紹介します。突然ですが皆さん、今いる部屋を見回してみてください。どんな感じですか？結構片付いている？それともちょっと乱れている？毎日片付けられればいいのだけれど、なかなかそうもいかなかったりしますよね。その部屋の状態があなた自身なんですって。どうしても捨てられないもの、ついつい片付けるのを後回しにしてしまう場所、どこから手をつけていいかわからない部屋。それらを許して整えていくと、自分も人生もどんどん変わっていくんですって。そんな掃除力、知りたくありませんか？著者は掃除力研究家の松田光弘さん。掃除力による心の改善から運気好転を提唱する独自の企業発展プログラムを開発し、多くの経営者から高い評価を得ている増田さん。3日で運が良くなる掃除力は100万部を超える大ベストセラーとなっており、本チャンネルでも以前紹介させていただいております。そんな彼が過去を断ち切り、運を引き寄せ、新しい未来を切り開く掃除力を教えてくれるのが本書なんです。本動画では本書のこの雰囲気をほんの少しだけご紹介したいと思いますので、ぜひ最後までご覧になってくださいね。そして今回も幸せのダイヤモンド探しがございます。このハッピーダイヤモンドを動画のどこかに5つ置いておきましたので、見つけてみてくださいね。見つけたら小さな幸せゲットですからね。それでは続きをどうぞ。ハッピー研究所では幸せになるためのいろいろなノウハウをご紹介しています。チャンネル登録して一緒にハッピーを作っていきましょう。あなたが帰りたくなる部屋を今思い描こう。家に帰る前は、帰ったら掃除をしよう、あれをしよう、これをしようと意気込んでいたのに、部屋に入った途端にやる気がなくなってしまう。家に帰ると疲れがどっと出て動く気力がなくなる。こんな状態であったら、あなたは部屋が発するマイナスエネルギーに侵されているかもしれません。例え話をしましょう。汚い部屋で過ごしている人がいたとします。朝目覚めが悪く、起きた時から体が重いと感じます。部屋の中は乱雑の極み。脱いだものは脱ぎっぱなし、食べたものは食べっぱなし、掃除もしばらくしていない。だるいし会社に行きたくないなと思っているうちに時間がなくなり、朝食の後片付けもできないまま、しまわれていない靴でいっぱいの玄関から慌てて出社です。家を出ると外は快晴、空気も澄んでいます。会社について同僚と話をしているうちに元気になってきます。そんな日は仕事もうまくいって、上司にも褒められ気分が上がります。今日は早く帰って資格取得のための勉強しようとまっすぐ自宅に帰ります。ところが帰宅して家のドアを開けると、散らかった部屋がお帰りなさいと言っているかのように待ち構えています。すると一気に朝出かける前のどんよりとした気分に引き戻されてしまいます。とりあえずスマホで YouTube を見たり、海外ドラマを見たり、気がつくと勉強を始めるのが億劫になっている自分がいます。会社を出るときはあれほどやる気満々だったにもかかわらずです。そのままだらだら夜更かしをして気絶するように就寝。翌日は朝から自己嫌悪です。そしてまた重い体を引きずるようにして出社する。とても不思議な現象ですよね。部屋にいるときは何をするにもだるくてやる気も起こらないのに、部屋から一歩外に出ると前向きになってやる気が出るのです。実はこれが汚れた部屋の影響力なのです。汚れた部屋をそのままにしていると、部屋に一定の意志があるかのように一人歩きをしてマイナスのエネルギーを発し続けるようになります。このようにやる気や元気が吸い取られ無気力になってしまう場所のことを、私はマイナスのエネルギー空間と呼んでいます。部屋に一定のマイナスのエネルギー空間が作られると、その場所が磁力を持ったかのように同質のマイナスエネルギーを引き寄せてしまいます。もちろんこの逆もあります。
清潔できれいに整えられた部屋にはプラスのエネルギー空間が作られ、それが同質のプラスエネルギーを引き寄せるのです。部屋や空間に宿る力はあなたが思っている以上に強大です。特に部屋の中の不要品や汚れが発するマイナスエネルギーはあなたのやる気や行動力を奪います。私は人混みや繁華街、騒音が激しい場所にいるととても疲れてしまいます。自分が動き回っていなくても疲れを全身にまとったような感覚になるのです。そういう時、私はいつもホテルのラウンジに向かいます。ホテルの美しく磨き上げられた空間はプラスのエネルギーに満たされていて、エントランスロビーに一歩入るだけで視界がパッと明るくなります。体中にエネルギーが充電され、疲れが取れていくのを感じます。頭もすっきりとして仕事のアイデアなども浮かびやすくなります。私がこれまで訪れた多くの成功者たちの部屋も清潔であることはもちろん、本当に必要なものだけが置かれた空間ばかりでした。掃除力が目指しているのはまさにそんなプラスのエネルギーに満ちた部屋作りです。あなたが帰りたいと思うのはどんな部屋ですか？疲れて帰ってきても元気がチャージできる、部屋で過ごす時間が嬉しい、心地よいと思える空間を今ここで思い描いてみてください。部屋はあなた自身を映し出す鏡です。掃除に取り掛かる前にあなたに最初にしてほしいのは部屋を客観的に見ることです。私はこれまでたくさんの部屋を見てきました。清掃の仕事をしていた頃、ビル清掃もそうですが、マンション清掃で各部屋に入る仕事もありました。すると、左右対称というような違いはあっても、部屋の作りは全く同じなのに、同じ部屋は一つもありませんでした。足の踏み場もない部屋、良くも悪くも普通の部屋、整理整頓されている部屋などです。同じ作りの部屋であっても、住む人によって空間が作られ、そこにはいくつかの特徴がありました。そして掃除をするうちに、部屋がその人そのもののように感じ、そこに住む人自身の心が現れていることに気づいたのです。冒頭でもお伝えしたように、あなたの部屋はあなた自身を表します。部屋にはありのままの自分が出やすいだけでなく、あなたの無意識、潜在意識さえも現れます。ですから部屋を客観的に見ると、確かに部屋のこの部分に自分の心の状態が出ているな。だからああいうことを引き寄せたり、こういうことを引き寄せたりしていたんだ、と分かってきます。つまり、正しく部屋を見ることは、正しく自分を見ることにつながるのです。この見方は、仏教でいうところの正見にあたります。客観的に冷静に見るということです。感情を抑え、理性の力で人生における悩みや問題を取り除いていくわけです。掃除力にもそれと同じ力があります。すなわち、掃除力では心いじりができるのです。ですから、自分の部屋を正しく見られるか見られないかが極めて重要になります。人生が変わらないなと感じていたり、人生が思ったようにいかないと感じていたりするときは、それが部屋に全て現れるからです。まずは、あなたの部屋と心の状態を明確にしていきましょう。あなたの現状がどうなっているのかを知ることが最初のステップです。あなたの部屋を見回してみてください。気になるところがありませんか？その気になっている場所にあなたの問題点が隠されています。私はこの本の執筆中、自宅のトイレがとても気になっていました。実はこの本を書き始めてから、私は特にトイレをきれいにするように心がけ、トイレの中の光り物、蛇口、レバーなどの金物類を毎日磨いてピカピカにして、シンクや床もきれいにしていました。ところが、締め切りが迫ってくるにつれて、今トイレ掃除をしている場合じゃないという気持ちが日に日に強くなっていきました。それまでずっと心を込めて掃除をしていたのに、時間をかけたくないので適当になっていたのです。そしてある時、一日サボったところから、次の日もまた次の日もトイレ掃除をしませんでした。そうしてトイレ掃除の時間を惜しんでまで一日中机に向かっているにもかかわらず、執筆が進まないのです。
生みの苦しみだと思いながら悶々とした時間を過ごし、もう間に合わないと思った時、私はようやく気づきました。書けなくなったのは忙しいからという理由でトイレ掃除をサボるようになってからだということに。掃除力ではトイレは感謝と謙虚さを表している場所と定義しています。原稿の締め切りが迫っているから今日はトイレ掃除をしなくていいかなという気持ちがすでに謙虚さを忘れ、焦りのサイクルに入ってきているサインだったのです。私の主催するセミナーでも参加者に自分の部屋のどこが気になるのかを考えてディスカッションをしてもらうことがあります。すると皆さんそれぞれ気になる場所が違います。ある人は靴箱だったり、物置だったり、クローゼットだったり。その気になる場所にその人の課題が現れているのです。そしてその気になる場所をきれいにすることで運命を好転させるのが掃除力なのです。正しく部屋を見ると気づくことがいろいろとあります。汚れていたり片付いていない場所を見ることでわかることもあります。掃除力だと浴室が汚れていると慢性疲労になっていたりします。またトイレを掃除するとお金が入ってくるとか宝くじが当たるとか言われることもありますが、掃除力では神社と言ったりします。ですからここの掃除をおろそかにして汚れてくると感謝や謙虚さがなくなります。謙虚さがないということは傲慢であるということです。自分がという自我が強く出てくるので人間関係のトラブルが起こりやすくなります。お金の流れも悪くなります。リビングが汚れているとどうなるのでしょうか。リビングは人間でいうところの心臓にあたります。心臓は各臓器や手足など体中に血液を送り込むポンプの役割を果たしていますが、部屋もリビングからエネルギーが各部屋に伝わっていきます。心臓であるリビングが汚れてくると家族の調和が乱れていきます。イライラや怒りが増幅され、最終的には家庭崩壊の危機にまで発展することがあります。窓ガラスには対人関係が現れます。目は心の窓と言いますが、掃除力では窓は外部とのエネルギーを交換している場所です。明るく社交的な人の部屋は窓ガラスも綺麗です。一方、人との関係を遮断したいという気持ちが強くなると窓ガラスが汚れてきます。引きこもりや不登校の子供などカーテンを閉めっぱなしにすることが多いですよね。ひどくなると段ボールで塞いだり部屋の鍵をかけたりもします。外部との接触を遮断したいという心がそうさせるのです。放っておいてほしいという心の表れです。キッチンは愛の生産工場と言っています。食材をわざわざ調理して提供する場所です。美味しく食べてもらうために時間をかけて料理をします。この場所が汚れてくると料理がめんどくさくなってきて料理ができなくなってくるのです。また自分に愛情が足りていない状態です。夫婦間で問題があったりするとどんどんキッチンが汚れてきます。キッチンが汚れると美味しい料理が出せなくなり、家族に不調和が出てくるというマイナスエネルギーの増幅サイクルに入り込んでいきます。しかし、あなたが現在気になっている場所は裏を返せばあなたの運命を好転させる鍵となる場所でもあるということです。あなたは自分の家のどの場所が気になりますか？あらゆる場所にあなたの心の状態が細かく現れていますよ。人生がレベルアップするとき起こること。掃除力を実践していくと生活に変化を感じるようになります。それまで滞っていた運気の流れがスムーズになるために急に忙しくなったり出会いが増えたりすることもあります。そのため疲れを感じやすくなる人も多いようです。疲れて掃除ができなくなり、それまできれいに保っていた部屋が一時的に乱れたり汚れが溜まったりすると、部屋の状態が以前に逆戻りしたように感じるかもしれません。でもそれはマイナスのエネルギーから来るものではありません。こうしたことは人生のステージが上がるときに起こりやすい現象です。掃除力を取り入れた部屋は以前とはエネルギーが変わっています。たった一日、たった一箇所の掃除でもやらなかった時よりは前進しているのです。人生のステージは螺旋を描くようにして上がっていきます。
一気にぐんと上がるような変化を感じるというより、気づいたら変化が起こっていたと感じる方が多いでしょう。会社員の C さんはそろそろ定年が見える年齢になり、新たな人生でやりたいことを見つけたいと思っていました。ところが考えてみても、特にこれといったやりたいことがあるわけでなく、そのことで急に焦りを感じてセミナーに参加されました。そして帰宅後、部屋を改めて見直してみると、居心地はいいけれど、自分が持っているものの量を把握できていないと気づきました。スーツや普段着も何枚あるかわかりません。ボールペンもあちこちにあって、ざっと数えただけでも30本以上ありました。探せばもっと出てくるかもしれないです。と後日報告してくれた C さん。なぜ30本もボールペンが必要なんですかと聞くと、こんなにたくさんあるとは思っていませんでした。気づいたらこれだけの量になっていました。と言います。話を続けていくと、C さんの身の回りにあるものはなんとなく集まったものばかり。持っている数もなぜ選んだのかもあやふやだとのことでした。なんとなく物を所有していると人生もなんとなくになってしまいます。そのためやりたいことが見つけられなかったのでしょう。普段からなんとなくの行動が多いと感じるときは、身の回りにあるものを自分のポリシーに沿って選ぶようにしましょう。すると人生も自分自身で切り開く意識に切り替わります。選ぶ基準は自分に本当に必要なものかどうか、好きなものかどうかです。これは掃除力を実践する上で必要不可欠な視点です。最初はなかなか定まらないかもしれません。一度決めても気持ちがぐらついてしまうかもしれません。でもこの壁を乗り越えれば必ずうまくいきます。先ほどの C さんは自分が好きな色と素材を設定し、部屋にあるすべてのものを見直しました。するとクローゼットや収納の中にあるものの量は半分に、ボールペンも書きやすい5本を残して処分したそうです。一つ一つものを選んでいくうちに、第2の人生でやりたいこともだんだん見えてきて、部屋の中がすっきりするとともに迷いがなくなってきたと報告してくれました。さあ、それではいよいよ本格的な実践に入っていきましょう。本書を手にしたあなたは人生を磨くチケットをすでに手にしています。あと必要なのはただ一つ、動き始めること。窓を開け、テーブルを一拭きするだけでも未来が変わる新たな流れにつながります。これからのあなたの人生にどんな変化が起こるでしょうか。ワクワクしながら掃除力を一緒に始めていきましょう。本書があなたの人生を最高に輝かせるきっかけになってくれることを心から願っています。今回もプロローグ程度のご紹介でしたが、本書の雰囲気伝わりましたでしょうか。いつの間にかごちゃごちゃしている机の上とか、適当にいろいろなものが放り込まれている棚とか、心の数%整理しなきゃな、なんて思いながら全然片付けないんですよね。で、確かに自分自身にもそんなところがあったりします。ちょっと面倒なところは後回しにしちゃったり、見て見ぬふりをしちゃったりね。自分の部屋は自分自身を映しているって確かにわかりますよね。だからなりたい自分になるには、今の自分を変えるには部屋の方から変えていけばいいんですって。そうすれば部屋の変化に自分が引き寄せられていくんですね。今年もだんだんと大掃除の季節が迫ってきました。今年の汚れを落とすというだけではなく、自分を変える、家族を変える、人生を変えていくために掃除をするって考えたら、ちょっとやる気が出てきますよね。本書には3日間集中して行う掃除力プログラムもありますので、この年末にやってみてもいいかもしれませんよ。個人的には本書で掃除力の全体像を把握して、3日で運が良くなる掃除力を参考に細かな部分を掃除していくといいと思います。興味のある方はぜひ読んでみてはいかがでしょうか。そうそう、皆さん、冒頭にお伝えしたハッピーダイヤモンド見つかりました？ダイヤモンドの数は全部で5つでしたよ。どうです？見つかりましたか？見つけた時の小さな喜びも立派な幸せ。見つけたあなたは幸せを一つ積み重ねてハッピー度が上がってますからね。
最後までご視聴ありがとうございました。これからも皆様の幸せづくりに役立つ情報をまとめていきたいと思いますので、チャンネル登録や高評価をしていただけるととっても嬉しいです。また次回の動画でお会いしましょう。皆様に幸せが届きますように。